どうも、日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日は血液型占いについて話したいと思います。でね、日本では血液型と性格には関係があると信じてる人がすごい多いです。血液型によって性格が違うと思ってる人が結構たくさんいるんです。この考え方は心理学というよりは、占いとか性格診断として日本人に楽しまれています。もちろんね、血液型占いに科学的な証拠はありません。この占いが絶対に当たっているっていう証拠はないんですけど、占いとして結構いろんな人が楽しんでいるんですね。なので今日はそれぞれの血液型にどんなイメージがあるのかについても話していきたいと思います。じゃあまず早速それぞれの血液型のタイプ、イメージについて紹介します。まずは A 型。日本では A 型の人は結構真面目で几帳面で責任感があるみたいなイメージがあります。なのでよく言われるのは、A 型の人は綺麗好きだよねとか、A 型の人はきっちりしてる人が多いとか結構います。あとは A 型の人は時間通り、時間をすごく守るとかそういうイメージがあります。で、次に B 型ですね。B 型の人は割とマイペースで自由な人っていうイメージがあります。なのでよく言われるのは、B 型の人は自分の世界観があるとか、B 型の人はちょっとマイペースで変わり者だよねとか言われたりしています。で、次の血液型は O 型ですね。O 型の人のイメージは、おおらかで社交的でちょっと大雑把。でもちょっとリーダー気質もあるみたいなイメージがあります。なので O 型の人は結構みんなに好かれたり、結構リーダーっぽいタイプの性格が多いと言われています。で、最後にあるのは AB 型ですね。AB 型のイメージは個性的とかちょっとクールとか、不思議な人みたいなイメージがあります。なのでよく言われるのは、AB 型の人は二重人格だとか、ちょっと変な不思議な人が多いって言われています。もちろんね、それぞれの血液型のイメージっていうのはあくまでステレオタイプです。実際にこれが当てはまるわけではないんですけど、結構こういう傾向があるっていうふうに日本では信じられています。どうですか？この血液型占いを聞いて皆さんは自分の血液型とこの血液型占いの性格と、当てはまっていると思いますか？僕は実は A 型です。なので血液型占いによると僕は真面目で几帳面で責任感がある性格なんですけど、どうですかね？皆さんこれ当たってると思いますか？僕は個人的に、実際に真面目な部分はあると思います。でもそれだけじゃなくて、おおらかな性格だよねって言われることもよくあるので、それで言うとちょっと O 型の性格も混ざっているので、やっぱり
血液型占いは完全には当たってないのかなって思っちゃいますね。で、それと他にもね、いろんな占いってあるんですけど、正直、基本的には僕は占いは信じません。結構今僕が言ったように、血液型占いも A 型のタイプに当たってるっちゃ当たってますけど、でも他の血液型と被る部分があるので、やっぱり、全然正確じゃないんじゃないかなって思っちゃいますね。で、次に、なんでこの血液型占いが人気があるかについても話したいと思います。で、まず、よく血液型占いの話になるのは、初対面の人とかと話すときに、血液型何って聞くことがすごい多いです。で、第一印象とその血液型のタイプを照らし合わせて、A 型なんですか？ちょっと A 型っぽいですね。とか、私 O 型なんですって言ったときに、O 型っぽいですねっていう風な形で話のきっかけになることが多いんですよね。やっぱり実際に当たってるかどうかは関係なくて、A 型なんですって言ったときに A 型っぽいですねとか、A 型なのに大雑把なんですね。意外ですね。みたいな感じで、話のきっかけとして使う人は結構いると思います。なので、血液型占いをすごい信じてるというか、話のネタとして使う人はすごいいると思います。それから日本ではこの血液型占いだけじゃなくて、占いは全般的に人気だと思います。なので、例えばテレビとか雑誌とか、SNS でも血液型のランキングとか今日の占いとかよく紹介されてるんですよ。皆さん見たことあるかわからないんですけど、結構朝のニュース番組を見てると星座占いとか血液型占いが紹介されていて、その日の運勢を知ることができるんですね。なので、そういう占い文化が根強いっていうところも血液型占いの人気の理由の一つなんじゃないかなと思います。それから結構日本人は性格診断が好きな人が多いと思います。例えば今日紹介している血液型占いだけじゃなくて、最近で言うと MBTI とか他の性格診断もたくさんあるんですね。で、その中でもやっぱり血液型って A 型、B 型、O 型、AB 型の4種類しかないので、かなりカジュアルでシンプルですごい広まりやすいんですよね。すごく話のネタにしやすいんですよね。なのでそういうところも理由で占いの中でもより手を出しやすいジャンルなんじゃないかなと思います。それこそ僕も MBTI 診断で性格を診断したことあるんですけど、結構時間かかりますよね。皆さんやったことありますか？たくさん質問に答えて、どのぐらいかかるんですかね？多分10分ぐらいかけていろんな質問に答えて、で、ようやく自分の性格がわかるんですよ。で、それに比べて血液型はもう一瞬でわかりますよね。A 型だったら几帳面。B 型だったらマイペース。すぐに結果がわかるので、そういう意味でもカジュアルに話しやすい占いなのかなと思います。で、次に、いつ頃からこの血液型占いが人気になり始めたのかについても話したいと思います。で、結構この血液型占いって古くて、1970年代頃から広まり始めたんですね。その頃からいろんなテレビとか本とか雑誌で流行り出して、でどんどん広まっていったんですね。で、一時期もうこれすごい人気が出すぎて、学校とか会社で
血液型占いに関連した偏見とかいじめが起きたりして社会問題になったこともあるらしいんです。僕が学生時代の時はそんなこと全然なかったんですけど、でもやっぱり血液型占いは割と人気があったと思います。で、もちろんね、最近ではそんなに血液型占いについて強く信じてる人ってのは多くなくて、どちらかというと、ただのエンタメとして楽しむ人が多いのかなと思います。で、やっぱり血液型占いっていう文化的な話題を皆さんも知っておくと、日本人との会話でも話が盛り上がりやすいと思うので、ぜひね、皆さんも自分の血液型知らない人は知っておいた方がいいと思います。もちろんこの占いを信じる必要はないと思うんですけど、やっぱり会話のネタとしてはね、盛り上がるので、知っとくだけでもいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、日本人は結構占いが好きな人が僕は多いと思うので、逆にね、血液型占いみたいな感じで、皆さんの国で人気がある占いっていうのがあれば、それも紹介できると、より日本人との会話が盛り上がるんじゃないかなと思います。なので、自分の国で人気の占いとかね、そういうものがあれば、ぜひ紹介できるように調べておくと面白いんじゃないかなと思います。はい。ということで今日は血液型占いについて話してみました。皆さんは血液型占いを信じますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。